皆さんお疲れ様です。今年もねワイパー交換の季節がやってまいりましたということでね、もうゴムもこうベロベロになってるんで今からね交換していきたいと思います。私の場合はこのボッシュのねフラットワイパー、これをね最近ずっと買って交換してるわけなんですけども、初めてねミニクーパーのワイパーを交換する方はどのワイパーを買ったらいいのかわからないと言われる方が多いかと思います。今回はねその、ワイパーの選び方なんかもちょっとお話ししたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。またミニクーパー毎年やっていきますね。これワイパー交換です。もうねやっぱボッシュのやつはね、もうここが弱いですね。1年経ったらちょうどね替え時サインみたいにねこれちゃんとねちぎれてくれるんで、なんていうかな、そのまま我慢してね使うことないですよね。はい、ということでね、今回はボッシュ今まではね同じ長さだったんですが、今回は規定の長さに合わせてこっちね48本で、これ4が2つ2種類ね買いました。はい、ということでねワイパー交換を始めます。私の場合ね、初めてこのワイパーを交換するときにミニのねワイパーがどれかとこう調べたんですけども、ショップにあるねカタログではねどれを使ったらいいかというのがね表示がありませんでした。ということでね、非常にね何を選んだらいいのか悩んでこうネットで調べた結果、このポッシュのねやつが合いますよということを書いてたんで、それからね、このボッシュのフラットワイパーの方を使うようになりました。ミニクーパーの場合はこれ私の場合は、前期の車になるのかな、でワイパーのね形状、取り付け口の形状が夕方になっております。で後期とかになってきましたら、これがねストレートタイプとかになってるものもあるみたいなので、そういう方はですね輸入車用のワイパーを買うしかないのかなと思います。ラッキーなことにね、ここが夕方になっている方は市販のねカー用品店で売ってるワイパーがねほとんど使えると思いますので、そちらで好きなねメーカーのやつをね買ってつけることができると思います。あとはですねブレードの長さ、これはねもう直接測って同じね長さのものを買えば問題ないのかなと思います。日本メーカーの場合はですねワイパーゴムの替えゴムがですねたくさん売ってるんで、それだけ買えればねコストもね安く済むんでいいかなと思います。でボッシュも一応あるんですけども、私の場合はこちらねワイパーブレードごと交換するようにしております。毎年ですねワイパーブレードごと交換するよって方はですねボッシュの方がですねその場合はコスト的に安く上がると思いますんで、こういうのもね、参考にしていただいたらいいかなと思います。ということでですねワイパー交換を、考えている方はまずはですねこの取り付けるところがですねどういう形状かっていうのを確認していただいて、夕方でしたらもう日本製品でも全然問題なく使えるのでラッキーというところになります。それ以外のね形状の方はもうこれごめんなさい、輸入車用のちょっとね高いですけどもワイパーを購入するのがいいかなと思います。ボッシュのねフラットワイパーずっと使ってるんですけど、それのね感想になりますが、まずね拭き取りがすごい滑らかです。ということでねビビり音もねあまりしないんでこれ気に入っております。あとはですねこれ好みになるんですけども、すっきりしたデザイン
というところで、こちらもね気に入って買ってる理由の一つになります。ただしですね、やっぱりこのゴムの部分が冒頭でもお見せしましたけど弱いっていうところがあるんで、もう1年ぐらい経ったらね自然と壊れてきますんで、それがもう買い時になります。はい、ということでワイパー交換完了いたしました。ワイパー交換にね悩んでおられる方はまたねこちらの動画をまた参考にしていただいたらいいかなと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。